あなたはこの事件の犯人が何を考えて殺人を犯したのか、真相にたどり着けるでしょうか。2019年7月6日、東京都荒川区。行ってきます。早朝元気よく自宅を出たその女性の名前は山下早苗。埼玉県の大学で看護や福祉を学ぶ女子大生でした。土曜日のこの日、早苗はピザ屋でアルバイトの予定。そしてほぼ時刻を同じくして近隣で和菓子店を営んでいる父親の浩平も仕事へ出かけていきました。浩平の店は芸能人も御用達の名店。小学校の入学式には紅白まんじゅうを納入したりと地元でも親しまれているお店でした。娘の早苗も高校生の頃には店にも頻繁に顔を覗かせていました。そんな親子の仲睦まじい様子から近隣住民は予想だにしていなかったんです。娘の早苗がこの日、和菓子店の冷蔵庫から遺体となって発見されるなどとは。和菓子店の冷蔵庫から遺体で見つかった店の娘。父はなぜ娘の命を奪い冷蔵庫に閉じ込めたのか。到底許されないその犯行は、人生に絶望した彼なりの娘への思いやりだったんです。おざすけんちゃんです。みやみこです。あ、私ね、はい最近ちょっと早起きの秘訣を1個見つけたの。抽象的に言うと、楽しみを朝に見つけること。おー、どんなことなんですか？なんだと思う？なんだろう、ガーデニングとか正直刺激が薄いじゃない。刺激系の朝の楽しさなんだろう。ホテルビュッフェ。いや、お高いなお前。今回は東京で起こった親子間の殺人事件をご紹介します。この事件は地元で親しまれていた和菓子店で起こったもので、なんとその和菓子店の娘が店の冷蔵庫の中から見つかったという恐ろしい話なんです。地元で愛されてた和菓子店でしょ。冷蔵庫からさ、遺体が出てきたなんて、買ってる人が聞かされたらもうめちゃくちゃゾッとすんじゃないこれ。なんでさ、その娘さんを殺害されちゃったわけよ。それがね、娘さんが殺害された理由もそうだし、うん、なんで冷蔵庫に入っていたのかっていうのも合わせて謎のままなんです。え？今回はね、犯人である父とその娘の親子関係からいろいろ考察していければと思います。事件の日、和菓子店の仕事から一向に帰ってこなかった父親。彼は閉店後の店の中で一体何をしていたのでしょうか。冷蔵庫の中身。2019年7月6日、東京都荒川区。夜遅く、その町の和菓子店の周辺に警察関係者が集まっていました。水羊羹や豆大福、どら焼きなどを扱っていたその店は地元の人たちからはよく知られた名店。小学校の入学式で紅白まんじゅうを納入したりしているほか、評価サイトのレビューでも高評価を得ており、芸能人も立ち寄るようなお店でした。店主の山下康平は職人として腕がいいだけではなく、客と接した際の物腰の柔らかさからも慕われていたんです。そしてこの日、警察が康平の和菓子店へやってきたのは、彼の家族から父親が死のうとしているという連絡があったため、康平はいつも夕方になると自宅へこれから帰るという連絡を入れていたのですが、その日の電話の内容は実質をほのめかすものだったというんです。その電話がかかってきて以降、康平は一向に家に帰ってきませんでした。店のシャッターは閉められており、完全に戸締まりされている状態。いつも店の外に止められている配達用のバイクがなくなっていたため、康平はもうそこにはいないように思いました。しかし康平にいくら電話をかけても繋がらず、警察はひとまず店の中を確認することに。今回は殺人事件なのよね、店主が死のうとしてるっていうのも何か事件と関係してくるの？店主がね、死のうとしていることと殺人がどう関係してくるのか、答えは店の中にあったんです。しばらくして店の周辺を調べていた警察のうち一人が声を上げました。窓が開いてるぞ。たまたま開いていた窓から侵入した警察は店内の捜査を開始。すると店内には店主である康平の筆跡で次のようなメモが。二人で死のうと思う。二人とは一体誰のことなのか。その答えは店内に設置された大型の業務用冷蔵庫に隠されていました。警察がその冷蔵庫の扉を開けると、その中では女性が膝を抱えた状態で死んでいたんです。日付を超えた7月7日の0時50分、発見されたその遺体は店主である康平の娘山下早苗のもの。彼女はこの日ピザ屋のアルバイトへ出かけたはずが、バイトを無断欠勤していました。そして父親の康平同様、早苗もスマホの電源が切られており連絡がつかない状態だったんです。早苗の体に目立った傷はありませんでしたが、首には圧迫痕が。店に残されたメモの内容から康平は彼女を考察し、自分もその後を追うつもりに思えたんです。康平は娘と心中しようと思ってたってことよね。親子間になんか問題があったの？このね、康平と早苗のね、親子関係っていうのは、少し複雑だったんです。そして周囲からはかなり変わった様子に見られていたんです。不自然な親子。
事件から約15年前の2004年、早苗は3歳の頃、父親の浩平と家族になりました。そう、実のところ早苗と浩平に血のつながりはありません。早苗とその弟を一人で育てていた母の再婚相手が当時28歳で同じくバツイチの浩平だったんです。浩平にはいとこと不倫をしていた過去があり、最初の妻とはそれが原因で別れていました。和菓子職人としての腕は良く、気さくで真面目な人柄に思われていた浩平でしたが、この一件は親族中で騒動に。そんな過去の反省からか、新しく早苗の父親となってからの浩平は必死で良き父であろうと奮闘していたんです。和菓子店を経営する傍ら、子供たちと一緒に蝶々を育てたり、早苗には小さな頃から積極的に塾やバレエなどの習い事をさせたり、子供との時間を進んで作り、教育にも熱心だった浩平。彼は一人目の妻との子供について真剣でかなり揉めたといい、父親の役目を果たせなかった過去に心残りがあったのかもしれません。ただ、仲睦まじく見えていた早苗と浩平の親子関係も小学校の頃には陰りを見せ始めるんです。あら、山下さん、教科書は持ってきてないの？授業中、早苗が教科書を出していないことに気がついた教師がそう問いかけた時のこと。早苗は当然かのようにこう答えました。教科書はいらないので捨てました。早苗の返答に思わず唖然としてしまった教師。早苗は学校の成績は至って優秀だったと言いますが、時折理解が追いつかない行動を見せることが。あら、これは反抗期的なやつなのかしら。先生に堂々と教科書捨てましただなんてさ、胸張って言える子なんてなかなかいないわよ。これ真意はね、わかんないんですけど、親の教育に偏った部分があったってのは事実なんです。教科書を捨ててしまったことも問題でしたが、この頃の早苗にはさらに深刻な変化が現れていました。ねえ早苗ちゃん、それどうしたの？クラスメートは早苗の顔を心配そうに見つめていました。それは彼女の左頬に大きなあざが浮かんでいたから。ぶつけただけ、何でもないことのように笑ってそう答えた早苗。以降も早苗は顔や体にあざを作って投稿することがたびたびあったと言いますが、彼女はその度にぶつけた、わからないとはぐらかしていたんです。一方で早苗は次のように漏らすこともあったと言います。家に帰りたくない、お父さんがいるから。父親の浩平は必死に子育てと向き合おうとしていましたが、早苗が大きくなるに従い彼女との関係性はうまくいかなくなりました。娘とのやり取りの中で彼はつい手を挙げてしまうこともあったようなんです。そして実はこの後、早苗と浩平の親子関係はさらに異様なものへと。早苗が高校生になった頃、彼女と父親の浩平が2人で歩いているのを見かけた近隣住民は少し驚いた様子でこう声をかけました。本当に仲がいいんだね。高校生になってもお父さんと手をつないで歩いてるなんて。高校生の女の子がさ、お父さんと手をつないで歩いてるって、まあちょっと変よね。言おうと言わざるを得ないですよね。おそらく浩平としてはね、娘との接し方がわからなかったがゆえの行動だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、日本のステップファミリーが抱える問題について。再婚などによる血縁関係のない親子、兄弟を意味するステップファミリーは、欧米では国税調査でもそうした家庭の統計が取られるほど一般的な言葉。政府がステップファミリー向けのカウンセリングや教育プログラムを用意しており、問題点とされる親子関係の構築の難しさにも対策がなされているんです。一方で日本も2020年時点で再婚家庭は全体の約 25% に上るとされ、連れ子を伴うケースも珍しくないんです。それにもかかわらず、ステップファミリーという言葉自体が欧米ほど認知されておらず、専用のカウンセリングや教育プログラムはほとんど存在しないんです。このように日本ではステップファミリーへの社会の理解が追いついていないため、適切な親子関係の構築法も浸透していません。家族になったのに愛せない、仲良くなろうと頑張りすぎてしまうなどの問題から、親子関係がいびつになってしまうケースも多いんです。早苗と父親の浩平が手をつないで歩いていたのは一度や二度ではなく、その関係性は早苗が大学生になっても続きました。実際、事件の3日前の2019年7月3日にも、知人の男性が親子が手をつないでいる姿を目撃しているんです。娘さんも大学生だろ？手をつないで歩くなんてよくできるね。恥ずかしいと思わないのか？知人男性はそう声をかけたと言いますが、早苗も浩平も一切気にしていない様子。早苗に至ってはむしろ嬉しそうな顔をしていたというんです。事件の3日前に手つないで歩いてたってさ、そっからどうやって殺そうなんて話になるのよ。真相は定かではないんですけど、この頃の浩平がお店と家族のことで精神的にかなり追い詰められていたみたいなんです。店と家族。北陸地方の和菓子店に生まれ、10代から和菓子職人として住み込みで修行を積んでいた浩平は真面目で仕事一筋の男。以前の妻とは女性関係でいざこざこそあったものの、ギャンブルも酒もやらず、日々和菓子作りに真剣に向き合っていました。そんな浩平が荒川区に店を開いたのは、もともと働いていた店の出入り業者から独立を持ちかけられたのがきっかけ。知り合いの和菓子屋が店主が高齢だからって店じまいするってんだが、そこの店引き継いでやってみる気はないか。こうして浩平は夢だった自分の店を持
持つことに。以降彼は自身の店を地域で愛される名店へと必死に育てていきました。朝は6時から開店の準備をして夜7時に閉店。3時間ほど家で休んでからまた夜10時には翌日の仕込みをしに来る。浩平は来る日も来る日もそんな激務を繰り返したんです。しかしいくら腕が良く店主として慕われる人柄だったとしても経営は一筋縄ではいきませんでした。この数年店の売り上げは芳しくなく、浩平には約2000万円の借金がありました。近隣住民には店にやってきた借金取りと言い争っているのを見たという人も。しまいには和菓子店の売り上げだけではやりくりができなくなり、閉店後は浩平も早苗と同じピザ屋でアルバイトをしていました。娘や息子には同じような苦労はさせたくないんだ。周囲にはよくそう話していたという浩平。10代から仕事一筋で頑張ってきた甲斐もあって自分の店を持つ夢が叶い、仲のいい家族にも恵まれ、彼は幸せになれたと感じていたはず。ところがその先で待っていたのは朝から晩までの重労働と借金に追われる日々。血のつながらない娘との接し方もわからなくなっていく中で、浩平はきっとこう思っていたのではないでしょうか。俺には家族を幸せにできないのか。仕事もね、家族との関係もうまくいってるって思ってたところからいきなりね、借金まみれでその連れ子との関係もギクシャクしだしたってなると、確かにそれは精神的にめちゃくちゃ辛いところはあるわね。真面目でね、おとなしい性格だった浩平なんで、辛いことがあっても一人で抱え込んじゃってね、そういう人なんですよ。事件当日の2019年7月6日の夕方、浩平が行方をくらましてしまう直前に店へ来た客は彼が暗い表情をしていることに気がついたと言います。大将、具合でも悪いのか？病院に行った方がいいんじゃないか？いつもは気さくに話をする浩平がこの日は目を合わせようともせず、心配する客にも何も答えなかったんです。そして夕方4時半、自宅へ浩平からの電話が入った。もしもし、俺だ。仕事が終わった。今から帰るよ。浩平はいつも店を閉めた後、必ずその電話をかけてくる。この日はいつもより店じまいが早いようにも思えたが、彼の様子に特に変わったところはなかった。しかし、その電話をかけてきたにもかかわらず、浩平は自宅から徒歩10分の和菓子店から一向に帰らない。そして2時間後、2度目の電話が鳴った。俺は今から手首を切ってあの世へ行く。それとも川に沈んで死のうか。ごく短くそう告げた後、浩平はすぐに電話を切ってしまった。妻は慌てて店へ向かい、息子はその間に警察へ通報。そうやって家族が必死になって浩平を探している最中、夜7時を迎えた頃、3度目の電話が鳴った。早苗を店で切った。死にたい。その言葉が浩平にとって最後の言葉となった。和菓子店の冷蔵庫で早苗の遺体が見つかった約1時間後の深夜2時、警察は30キロ離れた埼玉県さいたま市で浩平のバイクを発見。さらにこの3時間後、浩平は河川敷の木に紐状のものをくくりつけ、自ら命を絶っているところを発見されるんです。結局浩平も亡くなっちゃったのね。なんで娘まで殺す必要があったのかしら。借金があったりさ、関係うまくいかなかったりで苦しいことはあったでしょうけど、道連れにする必要まではやっぱりどう考えてもないじゃない。だからこそね、この事件っていうのはちょっとわからないことも多くて、様々な憶測を呼んでいるんです。娘に手を挙げていたかと思えば、大学生になっても手を繋いでいたりと、周囲から見てあまりにも不自然だった浩平と早苗の親子関係。その不自然さは血の繋がらない浩平なりに早苗を必死で愛そうとした結果に思えます。一方で早苗はそんな父親を無意識に避けようとしてか、大学へ上がってからは和菓子店には一切立ち寄らなくなりました。しかし事件当日、アルバイトに出かけたはずの早苗はなぜか無断欠勤し、父浩平の店で発見されました。一体なぜその日に限って早苗は避けていた父親の和菓子店へ向かったのか。事件後、2人のスマホが見つかっていないため、親子の間にどんなやり取りがあったのか、真相は何も分かっていないんです。ただ、事件当日の状況から父親の浩平が何を考えていたのか推測することはできるんです。一つは、浩平が早苗を殺害した際に家族にかけた娘を店で切ったという電話。何か刃物で傷つけたかのような口ぶりですが、早苗の体には傷一つなく、彼女は絞殺されていました。臨床心理士の見立てでは、浩平が殺したではなく切ったと話したのは、急いで手当てすればまだ間に合うと思わせるためだったと考えられているんです。また浩平は手首を切って死ぬ、川に沈んで死ぬと電話で話していますが、実際は人通りのある河川敷で首を吊って亡くなっていました。彼が電話の内容と異なる死に方を選んだのは、首を吊ろうとしている間に慌てて探しに来た家族や警察に止めてもらいたかったからではないかとされているんです。その他、早苗の遺体が冷蔵庫に入れられていたことについて、警察関係者は次のようにも話しています。
。娘さんの遺体を冷蔵庫に入れたのは腐敗を遅らせるためだったように思います。父親としてせめて綺麗な姿でという思いがあったのではないでしょうか。死のうとする自分を止めて欲しかった。せめて綺麗な姿で死なせてあげたかった。その推測が正しいとすれば、公平は早苗を大切に思うと同時に彼女を殺害してしまった罪を生きて償いたい気持ちがあったと考えられるんです。必死に良き父親であろうとするも、娘とすれ違ってしまう日々に葛藤を抱え、いっそ二人で死んでしまおうと考えたのか、いとことの不倫に走ってしまった過去もある公平のことを、血のつながらない娘を必死に愛そうとするうち、彼女と禁断の関係になってしまったのか、公平は一体何を思い、娘と一緒に死ぬという最悪の結末を選んでしまったのか。皆さんはこの事件の真相をどのように考察しますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんと、アルゴメトリー、恵比寿に C 社バーをね、オープンします。もちろんね、最高の C 社は作りつつも、店内流してる曲を、流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか、聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかでね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿の C 社バーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、そこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、むしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。